こんにちは、愛病家の皆さん。猫たちとの生活は多くの喜びをもたらしますが、時に私たちの愛情表現が彼らにとってストレスとなることがあります。今回は猫にとって不快、あるいはストレスになる、飼い主が猫にやってはいけない愛情表現について話をしましょう。猫を心から愛する私たちですが、その愛情表現方法が時には猫を苦しめる原因になってしまうことがあります。猫がなぜそれらの行動を好まないのか、どのようにして私たちの行動が彼らに影響を与えるのかを理解することは、猫とのより良い関係を築くために非常に重要です。今日は猫との関係を深めるために、避けるべきいくつかの一般的な間違いに焦点を当てていきます。一つ目は、過度のスキンシップです。猫を撫でることは、私たち飼い主にとっても、そして多くの猫にとっても、愛情の表現方法の一つです。しかし、そのスキンシップが過度になると、猫にとっては大きなストレスとなることがあります。猫は非常に繊細な動物で、自分の気持ちを直接的に伝えることが難しいため、私たちがそのサインを見逃してしまうことがあります。例えば、猫が撫でられることに快適さを感じているときは、ゴロゴロと喉を鳴らしたり、体をこちらに向けてくるなどのサインを見せます。しかし、撫でることが過度になり、猫が不快に感じ始めた場合、耳を後ろに倒したり、尻尾を大きく振ったり、最終的には噛んだり引っかいたりしてきます。これらの行動は、もう十分だ、という猫からの明確なメッセージです。私たちがこれを無視し、続けてスキンシップを試みると、猫は自分の感情を無視されていると感じ、信頼関係に亀裂が入る原因となります。実際に、過度のスキンシップが原因で、人間を避けるようになった猫の例も少なくありません。ここで大切なのは、猫の気持ちを理解し、猫が快適だと感じる範囲内で、スキンシップを楽しむことです。撫でる時間を短くしたり、猫が最も好む場所だけを撫でるなど、猫の好みに合わせたスキンシップを心がけることが重要です。猫との信頼関係を築くことは、時に忍耐が必要ですが、その結果として得られる絆は、計り知れないものがあります。過度のスキンシップを避け、猫のサインを尊重することで、お互いにとって快適な関係を築いていきましょう。二つ目は、シャンプーをやりすぎる、です。シャンプーをやりすぎることは、猫にとって予想外のストレス源になり得ます。なぜなら、多くの猫は自然に自分の身を清潔に保つ能力を持っており、頻繁なシャンプーは彼らにとって不必要、時には有害であるからです。猫は自らの舌を使って毛づくろいを行い、これにより自身を清潔に保ちます。この自然な行為は、彼らにとってリラックスする時間でもあります。しかし、私たちが過度にシャンプーを行うと、猫の自然な皮脂が洗い流され、皮膚の乾燥や刺激、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。さらに、水やシャンプーの音、感触が猫にとって大きなストレスとなることも少なくありません。日常的な清潔維持には、猫自身の毛づくろいを信頼し、必要に応じて軽いブラッシングで支援する程度に止めるべきです。これにより、猫はストレスなく、より健康的に生活することができます。三つ目は、ブラッシングをやりすぎる、です。猫のケアにおいて、ブラッシングは不可欠ですが、やりすぎることは逆効果になり得ることをご存知でしょうか。適切なブラッシングは、猫の毛並みを整え、抜け毛を減らし、皮膚の健康を促進します。しかし、過剰なブラッシングは猫の皮膚を刺激し、ストレスや不快感を引き起こす可能性があります。理由としては、猫の皮膚は非常に敏感であり、強すぎるブラッシングや頻繁すぎるブラッシングは皮膚の刺激や皮膚病の原因となることがあるからです。特に長毛種の猫では絡まった毛を解消しようとするあまり過度にブラッシングをしてしまいがちですが、これがストレスの原因になることもあります。猫の抜け毛とブラッシングの頻度には適切なバランスが必要です。猫が快適に感じるブラッシングの頻度や強さを見極め、彼らの反応に注意を払いながら愛情を込めたケアを心がけましょう。ブラッシングを楽しい経験にすることで猫との絆を深めることができます。四つ目はリラックスした時間の邪魔をする、です。猫がリラックスしている時間は彼らにとって非常に大切なものです。
猫が窓辺で日向ぼっこをしていたり、お気に入りの場所でゆっくりと休んでいるとき、これらの穏やかな瞬間を邪魔することは、猫にとって大きなストレスになる可能性があります。理由としては、猫は独立心が強く、自分のペースで行動することを好む動物です。したがって、彼らがリラックスしている最中に、無理に遊びを求めたり、抱きしめたりすることは、猫にとって不快感やストレスの原因となります。特に、猫が深い眠りについている時に、無理やり起こす行為は、彼らの自然な休息パターンを乱し、健康を損なうことさえあります。猫がのんびりとしている時間を尊重することは、彼らとの信頼関係を築く上で非常に重要です。猫との穏やかな共生のためにも、彼らがリラックスしている時には、静かに見守る優しさを持ちましょう。5つ目は、追いかける、です。猫を追いかける行為は、多くの飼い主にとって愛情表現の一つかもしれませんが、猫にとっては恐怖とストレスの原因となり得ます。猫は自然界では、獲物を追う側にいることが多いため、追われるという状況は、本能的に危険信号と捉えられます。この行動がなぜ問題なのかというと、猫は非常に敏感な動物であり、自分より大きな存在に追いかけられることで、脅威を感じ、ストレスを抱えることになるからです。特に、家の中で飼われている猫は、逃げ場が限られているため、追いかけられることで、強い恐怖心を感じることがあります。猫との信頼関係を築くには、彼らの感情や反応を尊重し、安全で快適な環境を提供することが不可欠です。猫との関わりにおいては、愛情表現を猫が受け入れられる形で行うことが、お互いにとって最も幸せな関係を築く鍵となります。6つ目は、隠れているのを、無理に外に出す、です。猫が隠れる行動は、彼らが不安や恐怖を感じている時の自然な反応です。このような時、飼い主が愛情を込めて、猫を外に出そうとすることは、猫にとってさらなるストレスとなり得ます。猫が安全な隠れ場所を求めるのは、彼らがリラックスし、環境をコントロールしていると感じるためです。無理にその空間から引き出すことは、猫の不安を増大させることにつながります。猫が隠れる主な理由は、新しい環境への適応、家の中の騒音、家族構成の変化、あるいは新しいペットを飼うなど、様々なストレス要因が考えられます。これらの状況下で、猫は自分を守るために、隠れる場所を探します。したがって、猫が隠れているときは、彼らが自分のタイミングで、外に出てくるのを待つことが重要です。猫に時間を与え、彼らが自分で安心できるタイミングを見つけることを尊重することが、信頼関係を築く上で非常に重要です。猫が隠れる行動を尊重し、彼らのペースに合わせることで、飼い主と猫との間の信頼関係を深めることができます。猫に安全で快適な隠れ場所を提供し、不安やストレスを感じさせる状況を避けることで、猫との幸せで健康的な共生が可能となります。7つ目は、おやつをあげすぎる、です。おやつをあげることは、猫との絆を深める楽しい方法の一つですが、過剰になると猫の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。猫におやつを与えることで、愛情を示すのは素晴らしいことですが、その量や頻度には注意が必要です。おやつを過剰に与えると、猫の肥満の原因となり、糖尿病や心臓病、関節炎など、様々な健康問題を引き起こすリスクが高まります。特に、室内で生活する猫は運動量が限られているため、余分なカロリーを消費する機会が少なく、肥満になりやすい傾向があります。猫への愛情表現は食事管理においても重要です。おやつを与える際には、その量を適切にコントロールし、猫の健康を第一に考えることが肝心です。また、おやつではなく、遊びやブラッシングなど、他の方法で愛情を表現することも、猫との絆を深める上で有効です。猫との健康的な関係を築くためには、愛情を適切に表現することが何よりも重要なのです。今日お話ししたように、猫への愛情表現や行動が、時には彼らにとって不快であったり、ストレスの原因になることがあります。しかし、これらの間違った愛情表現を避け、猫の言語を理解し、彼らの感情やニーズに敏感であることで、私たちは猫との信頼関係を深めることができます。猫との健康的な関係を築くことは、彼らとの生活をより快適で幸せなものにします。このチャンネルでは、猫とのより良い関係を築くための
さらなる情報やヒントを提供しています。猫との生活に役立つ情報をお探しの方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、あなたの愛猫との絆がこれからも深まり、共に幸せな時間を過ごすことができますように、次回も猫に関する有益な情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。